どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。時計の針を逆さに回したって時は戻らないことを知っているさやです。もうかっけーさやさんかっけー今日かっけー詩人だったね今日は。はい、ということで今回ですね、はい、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、プリンソロモード。これ好きだわ。これなんか最近の催事用の中でもかなり突出してこれアラモードじゃないっていう、あれですよ。なるほどね。そう、プリンアラモードではなくソロなんですけど。プリンソロモードなんだね、はい、アラモードにはなれなかったんだこの子ね。かわいそうだねでも結構ね今回気に入ってるの多いんだよね。これとか、まあ確かに梅干しすってってなってるクマさん、クマさんなんだこれ。かわいい。あとほら、海泣いてるのかわいくない？確かに海が泣いている、マジで泣いてるんだはい、ということで今回こちらです。ね、こ書いたこれ取れよ。書いたのこれちょっと吐息多めで言われて取れよ腹立つなこいつの顔が。ということで、はい、まあ、取れよと言ってるから、そう、これを見たらわかるわけです、はい、尻がついててそれを取ってほしいらしい。取ってほしいっていう絵が描いてある。つまり今回やってる企画はこちら。ディダン、ここ絵しりとり100人つながるまで終わりません。やだなんでそのカジュアルに急にさ耐久みたいなのが始まるんでしょうね。ね、いや、はい、びっくりしましたね。はい、ということで今回絵しりとりをねやっていくんだけど、どういう企画かと言いますと、我々が大好きな今まで見てきているアニメ、ゲーム、漫画、この他もろもろキャラクターたちがたくさんいらっしゃるわけです。いっぱいいます。夏目さんちよくやっている、いろんな条件をつけて集合絵を描こうイエーイのシリーズなんですよ。そうですね、はい、今までいっぱいやってきました。やってきましたね。この辺にギュッとしていてください。もう本当にギュッとしちゃうじゃん結構あるんだからもう100人って今まで規模で言うと実はちゃんと揃えば0歳から100歳の、やつで100人ぐらい揃う予定だったんだけど、そう0歳から100歳が意外と見つからなくて、いや、そう、あの時すっごい調べたんだけど100人を揃えられなかったんだよね、あの時ね。そうなんですよ。で今度はじゃあ100人を揃える絵を描いてみようということで、しりとりなんですよ。絵しりとりをすれば100人分絶対集まるわけ。さすがにいるよね、いやわかんない、いると思ってるんだけど、言葉でしりとりをしていくように100人集めてみようということです。でちょっと細かいルールとかも考えてるんだけど、作品かぶりはそれぞれで3回まで、1作品3キャラまでなので、例えばよ、おそらくこの企画の救世主になるのは、僕ポケモンだと思っててそれはそうかもしれない。ポケモンが救世主だと思ってて、で3キャラずつなので、だから僕がポケモン3体、さやもポケモン3体まではギリ許される。今回の企画のルールだと。いや、そうだね。なるべく被りはないようにしたいけど、どうしても苦しくなったらいろんなとこから被りを、3回までは使えるよということです。だからゲンさんがワンピースだけを描き続けるってよく怒られるやつ。そうですね。ゲンさんワンピース好きすぎって言って、今回は作品被りは各々で3回、共通で3回ってなってるっていうことですね。でもかつしりとりだから、絶対50音全部出るわけじゃないってこともまたミソだよね。そうなんだよね。そこもミソなのよ、絶対にかぶりがちな頭があるはずなんだよ。いや、そうそう、しりとりの時って結局さ、よくあるじゃん。ルゼメとかなルゼメだから「も」とか「ん」とか相手がきつくなるのはやめよう。てかそもそもルール的に「ん」はダメだろっていう「ん」はダメだねことですね。であとは濁点と半濁点は、例えばパで終わるキャラだったらもうハでもバでも OK ぐらいにしないとね、多分ね、なかなか難しいんじゃないかなということなので、でもその辺だいぶ甘めのルールですけど、楽しくやっていこうと。100人書くんで許してくださいそんなこんなで今日はさ100人書いていこうかなと思います、それでは絵しりとりよースタート。対戦よろしくお願いします。てなわけでちょっとね、ルール説明までしたんですけど、キャラクターね、あれです、本名でできれば。本名です。作中で本名が出てるキャラは本名で、通り名しか出てなければ通り名で OK です、みたいな。だからスネ夫はちゃんと骨川スネ夫じゃなきゃダメみたいな。ジャイアンはジャイアンってそう、あだ名だけど郷田武史で、逆に言うと分かりやすい、その多分分かりやすいそうだ、キャラニックネームは基本なしで、ただ作中でニックネームしか出てないっていうキャラだったら OK。ヒロアカのキャラでヒーロー名しか出てなかったらそれはもう仕方ない。そうだね、それはしょうがないね。
ちなみに信楽戸村と志村天子で言うんだったら信楽戸村はありみたいな感じですね。あれだ、あと7つの大罪とかですね。分かりやすいね、キングはでも、妖精王ハーレクイーンがそうそうそう本名なので、でもハーレクイーンもダメだ。ハーレクイーンもダメだ、終わりだ。今ついちゃうわ。むずい。待って、結構むずくない？待って、結構運がつくんじゃないこれ。今だってさ、これついちゃったねとかっていう話そんなにポコポコ出てくるよね。ね。なんかだんだん怖くなってきた。なんか怖くなってきた。怖くなってきた。さあ始めますか。さあ行くぜ行くぜ行くぜ。今回ですね、書いていくサイズは B4 の原稿用紙を2つ離します。はい。でこれどうやってやっていくかというと、両サイドからこうやっていこうということで、50で、そう50でこっちでやる絵しりとりとこっちでやる絵しりとりの同時進行をやっていこうかなと。そうすることによって、一人が暇にならないという。そうなんです、同時進行でしりとりが2つ進んでいくっていう、2枚合わせた時に100人っていう感じにしたいなっていうので、そんなイメージです。はい。だから一人で書くわけじゃないよ、もちろん。マリオ、オリマー。いや、こういうやつで自分でやるわけじゃないよ。マリオって書いたらさらに渡して次「O」書いてもらうってことですからね。さすがにさすがに一人絵しりとり50人とかそういうことじゃないから。めちゃめちゃおもろ。じゃあ行きますか。じゃあやっぱりしりとり何から始めるか問題ですよ。やっぱしりとりって何から始めて、しりとりの「り」から始めるみたいな感じね。そうだからゲンさんはしりとりの「よ」から始めて。これだったらかぶんないからね。しりとのどっかから取れ。ゲンさんはしりとりの「よ」、さやさんはしりとりの「り」から始めますよ。じゃあ一応これ制限時間特にないけど、最低でも10分以内に終わんないと。100人だからね。100×10分1000分。1000分やばくない？何時間？待ってよいしょっと。よいしょ、かけよ。計算がですね10分かけ50でしょ。だってドクターストーンの主人公は。待って、そもそもさ千空じゃなくてそういうことじゃなくてそう50人かける前髪邪魔。10分でこれで止めるね。500分割るの60でしょ。8時間ぐらいじゃない？8時間ぐらいか。じゃあなんだ、睡眠時間か。よし、寝るなと。じゃあ行くよー。これどこから書くのが正解なんだろうね。なんか最終的にちょっと待って、分かった。そうだ、頭いいな。集合絵みたいな熱い感じのバランスをさ、ここになんか取っちゃう。そう、一瞬なんかこうイメージをこうさ、オラってこうやってほらなんかポスあるじゃん。これもう最初からこうなっていくぞきっとみたいな。そういうね。でもさやさんさハッピーなんだけど、しりとりの「り」ってことはさ、めちゃめちゃ好きなキャラがさ「り」なんだよね。もういい、わかるよ。俺次のも書き始めようか、同時に。いい？ここに「よ」って書いた後「りゃ」って書き始めていい？大丈夫？合ってる？なんで？よから始まるキャラと「や」から始まるキャラもこっちに書いていいってことでしょ。合ってる？いや、わかんないじゃん。まだわかんないって。そうだよね。やめなよ。ちなみに僕このキャラ書いた時に意地悪コメント欄が絶対に言うことがあるんだけど、意地悪コメント欄みんなはそういうコメント欄にはなってほしくないから、あらかじめ後で言うね。その釘を刺しとくね。ジェイエンさんが今書いてるこれがね、絶対後でチクチク言葉を言いたくなる人がいるから先に釘刺しとく。1キャラ目、僕はしりとりの「よ」から始まる。なんで「よ」やねん。さやはしりとりの「り」。はいせーのドン。もういつも通りです。ここまではなんかすげえとこから書き始めてんだマジで。リー・ジェンリャね。はい、リー・ジェンリャとヨッシー。これちょっと事前に防いときます。これ言われそうなこと。ヨッシー正式名称 T ヨシザウルスムンチャクッパスじゃないんですか？違います、ヨッシーだろこいつは。キーヨシザウルムンチャクッパスを正式名称って言ってしりとりにこの子をヨッシーに入れないっていうのは許さない。ヨッシーはヨッシー。むしろそれはどっから来てんの？いや、それはね、なんかね、はるか昔の任天堂のなんかの資料に書いてあったらしいんだけど、現在もヨッシーが T ヨシザウルスムンチャクッパスかどうかは定かではないのよ。そうなんだ。だから別に T ヨシザウルムンチャクッパスって言ってる人もいてもいいけど、ヨッシーはヨッシー。ゲンさんが書いたのはヨッシーであって、クッパスじゃないわけだ。はい、これヨッシーです。これはリー・ジェンリャです。さあということで、じゃあ行きましょう。2人目。2人目、真ん中から書いちゃった。何これどういう書き方してるの？ヨッシーいいだから、スタート。しだね。なんかさ、こういうのってさ、普段だったらなんかさ出てくるんだけどさ、なんかいざあなた考えてくださいねって言った時にさ、なんかってなっちゃうね。シャシュショシャララシャララ慌てんぼうのサンタクロースクリスマス前にやって
てきたってことは結構さちゃんとさスケジュールさ、めちゃくちゃ巻いてきてるってことだよね。確かにね。死後的なサンタクロース。死後的だよな。クリスマス前にやってきてるもんな、ちゃんと。いやそうだよ、すごくないか。確かにそれは死後的だわ。本当に慌てんぼうなのかな。死後的だったんじゃないの。死後的のサンタクロース。ちょっとこうやって負けるな、1日前だけど行っちゃうかって待ってもう始まってるよ、さやさん。待って慌てんぼうのサンタクロ慌てんぼうになーってよ。ス歌ってる場合じゃなかった。そう歌ってる場合じゃない。まずいまずいまずい。どうしようかな。待って、よし、さやさん決まった。お、行くぜ。ちょっと待って、もう誰慌てんぼうのサンタクロース歌ったやつ、頭の中がそれでいっぱいになっちゃったよ。書ききれるかこれ50人大丈夫か。絶対無理。不安だな。大きいぞ。でかいな。はい、はい。2人目リージェンリアからのやとせーのバン。よしだしやそっしっぽーちゃん。おー、犬夜叉の。そう、犬夜叉いいですねのしっぽーちゃんです。やそっぷ最近大活躍なんで。ウソップのパパ。そうさやも知ってるね。一応知ってるよ一応1話いるから。だって見たもん。うたちゃん見たから。ああ、そっか。そうそうそうだ、フィルムネットさや見たから見てんだ。そう、うたちゃん見てるから知ってる。はい。よし、じゃあ次行こう。よーいスタート。じゃあ次がなんだっけ。いやプーだよ、さやプー。僕がうね。あ、終わっちゃうじゃんもう。いやダメだってポケモン使うのは。もう出すんですか。もうポケモン出すのはちょっとな。なんでさってこんなさ苦しそうな名前にしたの。どうしよう。待って俺さ、どうしよう。いいかな。でもこれ今奇跡だと思ってる。が来てるの。ねえどうする。なんで今だってプレシラドルファンとプリンしかないんだよ。もっと言うとププリンでもいいんだけど、プクリンでもいいよ。なんで全部で終わるんだよ。昔さなんかさプリンの目の描き方さめっちゃ練習しなかったみんな。なんかちょっとキラキラのさ、あれプリンってさこんななんかこんなそれあれ進化し損なったプクリン。待ってもうプテラしか出てこない。プテラでいいか。まあでもねまだねこんな序盤で使っていいかなポケモン。それはね、ちょっと本当に思ってる俺も。子供の頃さなんかこれ化石どっちか選んでさ、うんあったじゃん。あ、琥珀ね。そう秘密の琥珀ね。プテラ欲しいってなったのにさ、カブトだったんだ。超しょんぼりした。がっかりするよな。がっかりした。本当に申し訳ないけど今思えば。俺もこの企画始まってさ3キャラ目でプテラ書くと思ってないわけよ。プテラマジでプテラ書いてマジでプテラ書いてやる。書くよプテラ。ポケモン早いって使う。プテラしかもいいんだ、ポケモンプテラでいいんだ、使う。しかも確かに確かに待ってこんな先生頑張ってプ書いてんのに。ああそうじゃん。さやさんもう一回プで迷えるの。待って違う。そうじゃん。もう一回遊べるの。さあ始まるの。ということで次しっぽうからヤソップからプ。せーのバン。うそっむしろなんかさこいつをさ、怒るべきだと思うね。あ、確かに息子になんでウソップってつけたんで。確かにすごい名前つけるよね。しかもお前母ちゃん置いてきてな。そうだよ。息子と母ちゃん置いて海が呼んでるからじゃねえよって話。そうだよ、母ちゃん病気になっちゃったんだろ。わかんない、なんか理由があったのかもしれんから。確かにな、もっとまだ出てない理由があったのかもしれない。俺だってプテラ出したのに深い理由があるんだ。はい、じゃあはいほら見て、すごいメンバーじゃない。ジェンリア、ヤソップ、プテラ。ここなんかさ仲良くできそうだけどさ。でもさ、これはウソップはこのヨッシーとかシッポーの突然の人外たちになんだこいつらーってなってるところですよ。今更なるかならんか。じゃあまだこれ2年前のウソップだから。2年前そう、まだシロップ村から出た直後に異世界転生させられて、こういうことね。そっかまだシロップ村から出たばっか。まだ世界を知らないウソップなんだこれ。はい、じゃあスタート。はい。いやでもなんかいっそ待って開き直ってきた。お、いいじゃん。我々がさ普段さものすごくお世話になってるキャラを描くべきじゃないかなと思って。はいはい。しかもちゃんとプでいきますよ。プでいくんだ。はい。皆さん怒らないでくださいね。怒られることあるんだ、この企画。怒らないでほしい、本当。さやさんのことを見つけてもそっと抱きしめてほしい。さやさんだって不安なんだから。行こう。見てください、もう最初からペンでいっちゃってる。なんでそんないけんの、最初からペンですごない？じゃあプテラからのラ、はい、ウソップからのプ。せーのドン。
ラルトス。かわいい。もうちょっと最後のプテラに引っ張られすぎていきなりポケモンが集まってきちゃった。プテラルトスってことで。プテラルトス。はい、ラルトス。もう大好きなラルオですよ。確かにね。うちのパーティーにも入れてたラルオ。はい。ぷよぷよね。ぷでしょ。ぷよぷよってぷよ、これぷよ。ぷよだよ、これはぷよ。ぷよか。これどのぷよがいい？どれでもいいよ。なるほど、ぷよもありか。はい。もうウソップがもうびっくり重ねてる。そうだよ、もう。ウソップが恐竜もいて、妖怪もいて、ぷよもいるんだから。この後ウソップが何かと戦う時に必殺ぷよぷよ星って言ってピョンって飛ばすかもしれない。ウソップだったらちょっと賢いからさ、ぷよぷよ星めっちゃやって連鎖って言って連鎖大爆発で敵倒しそう。強熱い。意味が分かんないけど。はい。じゃあ次行きますか。いいですね。いいね、ボンボン行こう、ボンボン。あら、なんかいい感じだよ、いい感じだよ。いいよいいよ、調子いいよ。調子いいよ。スタート。待って、何が？ラルトス？ぷよぷよでしょ。ス？よじゃん。またよじゃん。何？ヨソップ？ヨソップなんかおらんよ。なんだ。あ、でもなんか最近系。でもまた初めて書くむずいな。やめようかな。怪我したくないな。何かに怯えてる。はい、ということで、なんだっけ、ぷよからぷよからの、ラルトスからスね、せーの、ダーン。チェーンソーマンの夜。ゴールデンカムイの不死身の杉本佐一。杉本佐一だ。遠い目をしてる。いや、なんかすごい今見た資料がさ、なんかのイベントかなんかのさ、グッズのイラストだったからすごい笑顔だったから笑顔になっちゃったんだけど。まあ笑顔の時もあるよ。まあね。はい、戦争の悪魔ですね。チェーンソーマン第2部の主人公アサちゃんについてる悪魔の大好きでね、原産夜マジで好き。いや、ほら、傷の感じが。確かにね。顔に傷が。確かに似てるね。十字っぽい傷が入ってる。そう、鼻の上にビーってなってるね。はい。なわけです。令和の作品だ。確かにね、どちらも。なんかもう12345もう5キャラいるだけでももうなんかいい感じになってきたね。終わる気かも。じゃあ次行きましょう。じゃあ僕が「ち」で最後が「る」。ついに「る」攻め。せーの、よーいスタート。るちね。ちか。今さ「ち」って聞いてさ、頭の中に浮かんじゃったキャラがいて、今前回夜さんで時間かけすぎたからちょっと僕いきますわ。はい。むずいんだけど。でもなんかさ「る」って言うとさ、もうなんかそのままさ流れるようにさ、この名前が出てきちゃうからそのまま出すわ。ゲさんにも欠かさないこのキャラを。何それ。あ、待てよお前。もうやる気か？やる気だ俺は。やる気かお前、もしかして。ジェンリアのパートナーズジも変えちまうからごめん。やめて。テリアモン以外は絶対に嫌。ごめんな。やだ。でもね、異世界に2人で同時に飛ばされてるとは限らないんですよ。やだ。終わったん？なんかペン置いてると思って。いや、びっくりしちゃった今。ってなって。はい。じゃあ杉本佐一からの「ち」。夜からの「る」か。せーの、ドン。ロゼット&チコのチコ。なんかさ、頭の中にさ、パーンってチコってなんかチコが出てきちゃって、そう、チいっぱいいるんだけど、まだまだあるから。確かに。まだまだあるから。待って、今何キャラ目？ 1、2、3、4、5体目？6体目？なんだ、俺たちあと46体もかけるんじゃん、1人。すげえや。で、さやさんこれ。ルルーシュビブリタニアですね。はい。もうなんかルって言うと流れるようにルルーシュって出てくるんだよな。ルルーシュビブリタニアが命じる前に出てくるもんな。いや、そうなの。マジで。いやでもね、もうルルーシュ出てくるのはしょうがないよ。これさ、後で書くときに僕がさ、じゃあこちらはルルーシュランペルージュでって言ってルルーシュもう一回書くのはあり？せっこいな。さすがになし。同一人物はなしか。はい。まあギアスのルルーシュね。まあそうですよ、確かに。待って、ルルーシュじゃなくて B ブリタニアだから赤次元さん。あだね。あです。はい、僕はチコなのでコですね。はい、わかりますよ。もういいです。大丈夫です。なんかコとかもさ、なんかさ、なんかこうパッと言われるとさ忘れるよな。なんだっけ、あね、赤。紙交換して危ねえ。紙交換して。危ねえ。こか。よし。整いました。お、来たの？いいじゃん。ゲンさんとかけましてサンタクロースと解きます。その心はどちらも靴下がないでしょう。かかってないよ。ゲンさんが話もしてくれる。今集中がすごい。
はい、いきます、はい、ということでルルーシュビブリタニアからのあとチコからの子せーのドン小金井イエーイデッカの方の小金井かおるくんです、私の癖をゆがみゆがみにゆがいてきた、はい、そしてアルルがプヨに並ぶっていうすごいめっちゃ良くない？アルルちゃんお世話になってるじゃん。そうお世話になってますよね。どっちかというとそっちのこっち系のボイチェンした方のアルルちゃんにお世話になってますね。やったねカオくん。そうなんか集合絵っぽくなってきた。いや、いい、だんだん増えてきたね、増えてきた。はい、じゃあ次行きましょう。アルルちゃんルあでもどっちもルじゃん。ルやんな。あーそっか、アルルちゃん本名アルルナジャだ。ああ本名がそっか、ぷよぷよの選択画面でしか見てねえから。確かに。あ、さやかやだ。何にしようかな。すごいゲンさんもうトントンと書いてる。そう、ちょっと時間かかりそうと思って書き始めちゃった。なんか全然置いてくじゃん。はい、オッケーです。あ、オッケーです。じゃあ小金井薫からのル、そして、アルルナジャからのヤ、せーのドン。ルーク・フォン・ファブレ様だ。そっちなんだ。そっちです。いやね、結構ルークっていうと髪を切った方を描く時が多い気がする。可愛い方ね。そう。最初のツンツンした方のルーク、ちょっと見てられない。見てられないルーク。てかここでアビスをやめてしまう人も多いらしいという噂の。アビスはね最高だから最後までやりきってほしいね。いやね大好きです。はい。ルーク・フォン・ファブレ、テイルズ・オブ・ジ・アビス主人公ルーク・フォン・ファブレ、はい。我々アビスネタにしすぎだよね。でも好きマジです。この間のエニちゃんの配信でも言ってたけど、主題歌バンプのカルマっていうのもあるし、めちゃくちゃ思い出の作品なんで。で、八神太一。はい。よく出るねお前。よく見るわマジで一生出てくる気がする。いやほら見て衣もつけてる。ああかわいい。衣どうすんの衣来たら終わっちゃう。そう衣来たら終わっちゃう。デジモンは全部終わっちゃうんだ。そうもんついちゃうからね。なるほどね。オッケー、じゃあ次行きましょう。待って今さ僕Cめちゃくちゃ一瞬で出てきたんだけど、多分こっちの姿の方を描いたらみんなが怒るんだろうなっていうのがあるから今我慢しようとしてる。チコ本来の姿。そんなもんねえだろ。でもこれね多分ね知らない人多い気がするな。何？もうレってきてもう絶対これって頭でフンってなったからってなってんだ。そうみんな好きになってほしい。こんな可愛い子おらんぜ。人生で初めて描きますねこれも。ゲンさんがこのアニメに思い入れがあるっていうと絶対嘘だって思われるんだけど、思い入れがあるっていうか、めっちゃ小学校だか中学校だかちょっと忘れちゃったんだけど、すげえ覚えてるってイメージがあるんだよ。そんな思い出のキャラなんですね。思い出のキャラっていうと正確かどうかちょっと分かんないんだけど、逆にさやさん描きたかったんじゃないかなっていう気がしてるから、さやの奪うという意味でも。奪う？なんで俺たち喧嘩してんの？なんで奪い合ってんの？描きたいやつに描かせてやるよ。いやそれ本当にそう。というなわけでルーク・フォン・ファブレ様からで、そして八神太一からの地、せーのドン。ちょかいありがとう。正しい位置で見たい。正しい位置でね。はい。ゲンさんが書いてくれた。最遊記、最も遊ぶ方の最遊記からの著白海。著白海。なんで著白海って名前がパンって出てきたかというと、僕実は最遊記が出てきたわけじゃなくて、この間案件やったから覚えてる人もいると思うんだけど、悟空ね、ウーコンっていうね、悟空っていう今さプレステ5とかで出てるゲームあるじゃん。で著白海出てくるんだよ。ポンって出てきたんだけど、でも豚を描いてみんなは、いや確かにあいつは著白海だがみたいなゲームのキャラだし思ったんだけど、最遊記に著白海おるやんと思って。おるよ。だから最遊記の著白海で、最遊記を子供の時に分厚いさなんかさ単行本あるじゃん、でかいやつね。あれを友達の父ちゃんが持ってて、なんか見たの、でその時に最遊記なのにこんなかっけえキャラ出てくんのっつって、その日に確か友達の家でなんか知らんけど模写をしたっていう記憶がめっちゃあって、途端にその時の記憶がバーって今フラッシュバックしたので、意外なキャラ言ってみました。著白海です、それこそさ開けちゃいけない扉を開けてくれたさ、キャラクターがさ人生には何人もいるっていう話なんだけど、最遊記の中で、悟空が暴走するシーンがあるのよ、でそれを三蔵が身を挺して無理やり止めるみたいなシーンがあるんだけど、そのなんか暴走して仲間を傷つけちゃうみたいな、その感じにめちゃくちゃときめいてしまって、小学生ながらに最遊記ってなんかそのイメージがめちゃめちゃ強いんだよな。なるほどね。犬夜叉にもそのシーンがあって、同じ扉がババンって開いた
というわけでブゲさんはチョハッカイね。チョハッカイででさやさんははいこの子です。誰どなた？僕知らないキャラだなこの子。でも桜大戦のキャラなんだね。はいそうです。桜大戦からレニー・ミルヒ・シュトラーセ。なんで？もう一回言って。レニー・ミルヒ・シュトラーセです。レニー・ミルヒ・シュトラーセ。はいセです。セね。はいドイツ人です。ああなるほど。はいかわいい。めちゃくちゃかわいい。そうかわいいんだよ。だからもともとそのなんかこう戦うために感情を殺して訓練されてた子が主人公に出会っていろんな感情と目覚めてみたいな感じの子で。ちょっと僕好きかも。超かわいいよ。めっちゃかわいいやつ。声優さんがマジで歌うまい。はいじゃあ次行きましょう。はい。じゃあ次がチョハッカイ。はいで背です。これ背ですよ。誰も下行かんのなんなん？いや俺誰かが下に来ると思って下に開けといたのに。めっちゃ綺麗にした。なんでこんな無駄にすんだよこの下のスペースを。タイトル入れるスペースじゃねえからなここ。でもこれよくない？ルルーシュとチョハッカイのこのめっちゃいい。すごい。でもなんかねチョハッカイ僕そこまで詳しいわけじゃないからあれなんだけど、なんか断片的な記憶しかないんだけど。でもね業が深くていいよ。しかもニコニコしながらクソ強くてちょっと怖いみたいなさ、キャラのさもうなんかでもまあ確かにそう出会いだと気がする。ニコニコキャラだよね。そうニコニコしながら、そうだよね、なんかいい加減にしてくださいね、みたいな感じの。そうだよね。そういうキャラだよね。お邪魔しますのとこじゃないこのチョハッカイ。もうタイム動いて1分。本当？待ってチョハッカイいいね。ストラセじゃあもうこれしかなくない？待ってゼでいいならすぐ出るわ。じゃあ行こう。いやもうね俺たちをね踊らせた中二キャラといえばよおるんよ。これで行こう。いやでも本当に最近のキャラ出さなくて本当にごめん。でもそう言ったら僕もそうだわ。僕も今だって当たり前のようにさ、出しちゃってるからね。当たり前のように出てきてるということはなんだよね。いやそうなんだよね。だって俺たちだってさまださ令和生きてる時間よりさ平成生きてる時間の方が長いからさ。そんなこと言ったらそりゃそうなんだけどさ。でみんなもじゃない？よく考えてみてよ。確かに今見てる人ほとんどが平成生きた時間の方が長いはずだよね。取りすぎじゃない？俺スペースごめんねほんと。取りすぎじゃないスペース。まずい。取りすぎじゃない？まずい。違うよ下誰も書かないから。ちょっとなんか潤沢にあるんだもん下がスペース。マジで取りすぎてる。まあでもさ絵って楽しく描いたやつがさ海賊王だもんね。ゴールドロジャーも言ってたよ。何か作って置いてきたって言ってた。欲しいぞ。素敵なゴールドロジャー。なぜ処刑されたんだろうね。何も危ないことないね。ということで、セ。はい。チョハッカイのイ。せーの。ダン。ゼオンベル。おー、犬やしゃー。すごい可愛い。お座りさせられてる。どこからともなくカゴメによって。火が出たらカゴメちゃん描きたいねここにね。日暮らしかね。あさりって言ってる。はい。ゼオンベル。でも出てきた時怖かったなでも味。だってさザケルがこんなに強いのこいつみたいな。ただのザケルってこれかみたいなさあったじゃん。あったなんか怖かったイメージある。ゼオンのザケルに絶望すんだよみんな。ゼオンのザケルガとかさテオザケルとかさ何テオザケルってみたいなワクワク感っていうはい次行きましょう。ゼオン終わっちゃったね。終わってね。ゼオンベルで入る攻め。今度こそル攻め。さあ行きますか。でもポケモンはダメだよ今ルカリオしか出てこなかったけど。いやでも待ってルーはねちょっとね思いついてるんですさやさん実は。いきます。でもルンキーディルフィっては言わない。なんだルンキーディルフィなんやねん。私当たりつけてきてるんだこれ。嘘。何当たりつけてくることあんのこれ。だってル攻めはされるものじゃん。確かにそういうことね。そうこの言葉だったら何書くかみたいなやつね。そうでもかつこう女の子描きたかったのですごいちょうどいいです。僕も今ね結構熱いキャラ今熱いというかゲンさんの中で今熱いキャラね。勘違いしない。どういうこと？待って誰とか探す今。また昔の漫画じゃないですかって言われそうだから何かに怯えてる。じゃあいきます。はいゼオンベルからのル。犬夜叉からのヤ。せーのドン。大将一切怪人突然友人ジャック。山本源流祭しげくに。知らないおじいちゃんだな。知らないおじいちゃんなの？嘘だ。読めよ。ごめんって。マジで。マジで読んでほしい。本当に。いやブリーチだということはわかる。ブリーチです。はい。そうさやさんねギリギリブリーチはねルキア奪還したかなぐらいところで。一番おもろいだろあそこ。あそこから止められるってどういう神経してんの？止めたん
んじゃないの。あお姉ちゃん家にそこあ、そういうことね。までしかなかったの。止まっちゃったんだ。そう、止なるほどねまっちゃったの。あ、ルーシー。はい、そう、フェアリーテイルルーシーです。はいはい。ルーシーハートフィリア。ルーシー、そう、ルーシーハートフィリア。フィリアフィリアうん、そう、フィリアだね。ルーシー可愛いね。ね、第1話からもう最高に可愛かったですから。ルーシーとナツカップルって最高よてかさ、真島先生の作品マジちゃんとカップル出てくるのさ、んオタク的に助かるよね。ね。でもジンには彼女がいなくて助かったよね。ずっと妹大好きだったのが助かったよね。次行きましょう。参りましょうはい。次がルーシーハートフィリアだから赤。またまた赤。おおすごい。でもポケモン切るの迷うよね。マジポケモン一瞬で出てくるからさ。じゃあポケモンマジ一瞬で出てくるんだよな。いきます。はい。赤。なんか俺の中の最強ジジイがどんどん出てくる。最強ジジイ。かけるうちに書いとこう。やばい、ジジイだらけの集合や。大丈夫。ジジイ紙違うからマジで。一紙に一ジジイ。いやゲンさんがなんか作画コスト高めのジジイ書いてくれたので、作画コスト低めの声書くわ。なんでジジイはジジイで固めてほしいかも。なんでいいだろ別に固めなくたって散らしたっていいだろジジイ別に。ジジイはジジイで固めてほしい。名言すぎる。名言その後のゲンさん、いいだろジジイ散らして。どういう日本語なの。分かんない。でお腹痛いよ。さやのよくわからんタイム始まったわ。OK です。じゃあ赤ルーシーからのあ、そしてこれなんだっけ。山本源流祭重国からの2。はい、せーのドン。またジジイが、またジジイが怖めのジジイいやもが。う最強のジジイジジイ顔に影入りすぎじゃない。入るだろ。ジジイの魅力は顔のシワの数で決まるんだぞお前。いやそれは刻まれたシワの数に強さと悲しさとね全てが現れるわけよ、時間というものが。時間が表現してるか。いやこれあるの、これどっちもこれはねマジ名シーンの出てるです。これはこの年で挑戦者がチワクチワクって言ってるとこあなっちゃったよ。そうなんか圧すごいずっとこの絵全体の中でさ唯一顔に影入ってるのジジイたちだけなんいで。やいいだろ、これはアイザック・ネテロですね、ハンターはい、ハンターネテロででセザーは魔法陣ぐるぐるから。あーぐるぐるの歌なんだそれ。そう2家です。確かにいい。そうキモコ2家って言うんだってぐらい知らない。マジで2家のくくり知らん。てか本当にぐるぐる読んだことないから読みたい。超可愛いよ。めっちゃ可愛い。いやなんか可愛い感じするわすごい可愛い。いやいいですね。はい。じゃあ次行きますか。なんか次。俺ちょっとジジイ連続でかけて楽しくなっちゃった。なんか見てなんか手数が全然違う。なんかねすごいよ書き込みが。いきますか。行きましょう。行きましょうじゃあもうなってますから大丈夫ですよ。なんだろう。にけほらゲンさんもっとジジイを産んでくださいって言われてるよ。ジジイは産むっておかしいな。ジジイをジジイは産んだ側なんだよ。産んベンジャミンだ側でもね。バトンみたいな話になってきた。どうしようかな。ロか。ちゃんと新しい最近の令和のキャラで描きたいのが一人いる。平和で行きましょう。お私も。これはもう今もうベリベリホットだからさ書いちゃうね。いやでもねこれねちょっとさやさんヘリクツ使わせてほしいんだ。ほうちょっとヘリクツだから許してほしい。令和行こう令和。令和行こ僕も令和行くわ。う。嘘素晴らしい。いけるわ令和。今日ゲンさんのでかいな。また。えゲンさんの絵がまたでかい。でかいなマジで見ちゃった今。俺もでかいなって思った今。でかいな。でかいな。でかすぎないか。でもでか3い。人分ぐらい使ってるけどでかいよ。だってキャラがもうごめんね。まああちだちだしな。いきます。はいニケからのケアイザック・ネテロからのロ。せーのドン。ゲトをするです。いい顔してる。顔の影ねこう、やっぱりゲトは顔の影濃くあるべきでしょ。なんか悪い顔しててほしい。ちょっとね学生時代の服でも描こうかなと思ったんだけど、あーやっぱりでも、うんうんやっぱこっちかな。あこっちのね。ゲトといえばこっちかと。てか今呪術熱が高すぎてあまあね。でかくなってしまった。でかいよなだって。でかいね。あロアンね。そうロワンくん。もう今はいはいはいさやさんだだハマり中の AFK ジャーニーからうんうんロワンくんなんですけど、そうこの子レグニッツ家っていう、うんうんうんなんかねめちゃめちゃお金持ちの商人のお家の次男坊っていう設定があるんで、おそらはいはいくロワン・レグニッツなんじゃないかと思ってて。おう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 。他のキャラは別になんかそうなんとか家とかっはい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 てあんまないんだけど、ロワン君はレグニッツ家っていうのが出てるので、うんうん。ロワン・レグニッツなんじゃないかと思って次はツだと思ってます。何それ、そんなことあるの？考察で考察です。考察ありなんだ。考察それありなんだ。今新しい概念出てきたわ。あり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 。書きたいやつで運がついたら
ね、考察でもしかしたらワンチャン名字いけるかもしれない。ワンチャンで探して、じゃあさやが次またルだル攻め本当にル攻め来るね。ルすね。そう、もうそろそろルカリオの出番か。ありますあります。いや僕たち世代かな。でもじゃあ僕もう行きます。スタート。ルビー、ダメ。髪交換してない。私もね。ね。ルビーちゃん、でもルビーちゃんはあれだもんね。ルビーは違うね。星野さんの血だもんね。星野さんちだからね。星野ルビーちゃんだもんね。ルンポッポ。やっぱりポケモンだよ。ここで使っちまうのかお前ポケモンを。てなわけでロワンレグニッツからのツゲトウスグルのルせーのダン月のうさぎ。おーセーラームーンや、セーラームーン。かわいい、うさぎちゃん、うさぎちゃん。すごいご夫婦揃ってた。確かにご夫婦は揃っちゃいないけどご夫婦まあ作品のね、確かにね。両方分かる。誰知らん、マジで知らん、なんか犯罪者みたいな人だ。いや今これ第5かこれ。すごいよく分かったね。ルキノです。本名がルキノ・デュルギです。ルキノ・デュルギ。そう一番最初に登場した時はトカゲの姿で出てきてたんだけど、それがこっちサバイバーの姿、ハンターの姿はトカゲの姿なんだけど、サバイバーの姿っていうので2種類出てて、こっち私が書いたのはサバイバーの時の人間型の形ってことはデュルギ。デュルギ。そうってことは俺たちどっちもギってこと。確かにどっちもギだ俺たち。そういうことだよね。でも木でもいいんだよね。まあそうだね。木でもギでもいいんだね。ギンギラギンにさりげなく。さやも僕も木かギだよね今ね。そうじゃあ用意スタート。もうさちゃっといっちゃうんだから私。木で行かせていただきますね。いや女の子を増やしていこう。ショタですよ僕。何なんとしかも膝まで映っちゃうアングルで書いちゃった。何もしかしたらさやさんが熱いかもしれない。あ本当？うん優しいじゃん。そんなサービスそういうわけではないんだけど。美里さんってこと？違うよ。初ラギでしょ。はい、まあ、木かギ。はい、せーのドン。鬼太郎かわいい。かわいい。ちょっとなんかゲトウの横にいる鬼太郎ってさ、払われる側じゃない？なんか大丈夫かなっていう。ゲトウと結構一騎打ちとかできそうだけどね。確かにそのレベルだと思う。ちょっと熱いね。でさやさんすみません、本当にすみません。霧島環奈ちゃんです。桜大戦でサンドした。てか見てこのちっちゃい。でもじゃあもうさやさん桜大戦もうあと1回しか使えないよ。そうだよ。どうすればいいの？はい。ということで鬼太郎と霧島環奈。はい。いいですね。さやさんの採用しね。はい。さやさんのお家行きます。行きます。でもさやさんがこのキャラを描いちゃうんだよ。さやさんが描いちゃうことに意味がある。そう。待ってむず。諦めるの早すぎる。見ても分かんないと思う。なんかこれむずくないかこのキャラ。見て分からせるの。俺をぐちゃぐちゃにねじ曲げたキャラです。嫌な言い方。言い方嫌すぎる。いやねじ曲げてはいないか。なんか正当に落とされたって方が正しいかもしれない。後にも先にも唯一ハマった、そういうゲームです。あというわけで、なと鬼太郎のうせーのドン。うたちゃんね。うたちゃん、しかもかわいい。最後ワンピースのキャラですよ。確かにフィルムレッドは見ましたから私。確かに見たね。そうそう。うたちゃんで、ゲンさんはあれでしょ、七崎愛ちゃん。そうです。甘神のヒロインの中の一人の七崎愛というキャラクター。ゲンさんがなんかいろいろ歪められたとかいう恋をしてた。何周したかわからん。甘神っていうゲームの中に出てくる子なんだけど後輩です。後輩の女の子に手玉に取られてる主人公っていうルート。その時友達と、高校の時の友達と大学になった時にね、甘神みんなでハマりすぎて、全員で甘神のいろんなルートやって4日間ぐらい過ごすっていう夏休み過ごしたことがある俺たち。今聞くと笑っちゃうけどさ、その当時は最高だね。いや本当に可愛いわ。はい。じゃあ次行きますか。じゃあ行きましょう。だんだん埋まってきてますね。またいいださやさん2回目のいスタート。はい行こう。どうしようね。じゃあ歌の隣に女の子です。またお集合絵ではね女の子があまり出ないという。そう集合絵女の子が出づらいという。好きなキャラ女の子全然いるのに頑張って思い出そうってなったらやっぱ主人公周りになっちゃうと男の子になるんだよ。そうなんだよね。少年漫画だとね。そうそう。じゃああんまり夏目さんちあんまり少女漫画をトピックスとして取り扱わないから、マジで本当に少女漫画だったら何でも右下にできるから。オーラン高校ホストクラブでやってほしい。全然わかんないもん。やってほしい。
テラ一色はプテラ浮いてはいる。なんかプテラ浮いてるよね、プテラは結構浮いてる。なんか違うよね、プテラだけ。プテラは意外と浮いてる。こいつかわいそうに。いきます。なんだっけ。なんだっけ。あれ、歌の次、せーの。ダン。タマ。おー、歌からのタマね。あ、歌タマ。歌タマです。めちゃめちゃ銀玉に出てくるアンドロイドちゃんです。アンドロイドちゃん。アンドロイドメイドの。なんかゲンさんいつもと女の子の描き方違う感じする。そうかも。なんかね、違うんだよね。なんかさ、他の人のキャラをちょっとそのキャラの雰囲気を出そうと思いつつ、でも自分の絵で描くと全部同じ顔になるからで迷ってると結構変わったりする顔が。とてもこの顔すごい好みです。実際さんわかる？これ誰かわかる？わかんないよ。いやわかんないよ。佐藤さんわかんないよ。うるさ。やかましい今の。襟でわかった。あーよかった。なんかね服の感じでわかったかも。シンジくんです。碇シンジくんです。っていうわけで碇シンジとタマね。なるほどね。いいね。いいね。なんかバリエーション豊かになってきた。結構埋まってきたね。賑やかじゃない？そして相変わらずジジイの影が濃い。じゃあ行きますか。じゃあ次が、シンジ君がここで、シンジここに書いたんだでもね。優しいでしょ。ちょっと下にちょっと埋まってるね。すごい迷惑そうにしてる。そうだからシンジ君めちゃくちゃザケル打とうとしてるね。やばこの人ってなってる。ちょっとやめてほしいって感じ。なるほどね。じゃあ次行きますか。行きますか。よーいペッ。まあだったらもう私も決まってるんだけど。嘘。先の推しでいきますわ。好きなキャラは大きくなっちゃう。じといえば。待ってまたジジイ書いてんの？いや違うびっくりした。じゃないよ。ジジイかと思った。イケメンですよ。イケメン書いてね。多分ね漫画界屈指のイケメンです。マジで。はい。せーの。ドン。何かも言わんくなった。ね。ジとマ。僕はジークハルト・シーザー。もう漫画界一のかっけえ男ですよ。かっけえ男ですよ。レイブのね、ジークハルトです。はい。マールリッチだ。100英雄伝マールリッチ。ついに出たか100英雄伝から。イエーイ。初めてだよね。100英雄伝初めてだよ。でもちょっともうちょっと頑張りたかったね。はい。じゃあジークハルト・シーザーとマールリッチ。マールリッチはマールリッチ。マールリッチはマールリッチ。はいじゃあ。だからでもそうだね。なんかふと思ったけどさ、いつもはささやのコーナー、弦のコーナーで1枚だったけど、確かに混ざってるんだね。今回は初混ざりなんじゃないか。初混ざりでこう面白いね。なんか待ってマールリジね。次誰にしようかな。ザもいいわけでしょ。ザもいいけどザもいい。いやもうやっぱ格のある字にするか。ザビエル。誰？宣教師？いやでもちょっとフランシスコじゃないから、そういう問題じゃないの。作品キャラじゃないの。もうサラダサンマしか出てこない。ベベのせいだ。ベベが最近ずっとサンマ食べたいって。確かに秋になるとサンマ食べたいしか言わんくなるよね、あいつね。いっぱい書いてきたね。待って、123456789101112131415161718192021232425262728293031323319なんですけどね。もう一回いくか。じゃあジとザから3にしました。はい。せーのドン。ジンフリークス。パパ。ゴンのパパ。沢松健吾です。ミスターフルスイング沢松です。毎回誰か出るよね。毎回誰か出してる。最優秀はイノリーくんなんだけどね。でもみんな好きなので今回は沢松。あれ待って、僕でももうさ、ハンターハンターもうあと1人しか書けないんだ。そうだ、同じ作品からは3人までなので。じゃあ次最後。はい。20、ちょうど20ということで。ね、20目指していきましょう。なんだっけ。ゴンフリークス？じゃあジン。あれ？ジン。ゴン？お。剣5でしょ？確かに。言っちゃったわ。繋がっちゃったジンフリークス。待って、ヤソップウソップからのジンフリークスゴンフリークス？親子いけるんちゃうこれ。親子揃ったよ。さすがに行くわ。待って、ス探してスドッ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 スドッ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 。これはちょっとごめん、もうハンター使えなくなるけど、これで終わってもいい。これで終わってもいいの。終わっちゃったんだ。はい、これで終わってもいいです。いきます。
ちょっと自動センタルツールで右にちょっとやってもらっていいですか。せいさんも右にちょっと。はい、いきます。はい、じゃあ20人目。はい、ケンゴからのゴのゴンフリークスって言っちゃうけども、ゴンフリークスと、はい、ジンフリークスからのス、せーの、ドン。ゴンですね。もうじゃんけん打つ時です。最初はグーでパキョーンってなる時でも。すごい、なんかロン君のベルがめっちゃ光ってるみたいな。いやさ、ハンターハンターの富樫先生の絵の好きなところって、絵って結構ポップな絵してると思うんだよね。実は。可愛い。ゴンなんか結構可愛い顔してると思うんだけど、突然その絵柄でその顔描くみたいな。目の色死ぬ時あるんだよね、ゴンって。ネアカっぽい主人公なんだけど、目の奥真っ黒みたいになるシーンが多くて、特に後半というか、感が進むにつれて、それがいいですね、そのギャップが。親子揃った。ゴンもジンも揃って。さあ、スカーね。わかる？わかります。今度ちょっとさ、もうちょっとさ、こっち側に書いてあげたかったんだけど。確かになんか控えめになってる。そう、だからなんとかしてこうちょっと手入れてポックしてみたんだけど。なるほどね。縄捨ててるもんな。いや、そう確かに今回の例で言う分かりやすいやつじゃない？通り名以外の名がないやつだ、こいつ。そうスカーは縄捨てた。確かに縄捨てたから、そう最後まで出てこなかったからっていう感じでスカーです。ついに剥がれが出ましたね。イエーイ。いや、いいね。今回今までじゃないのがまた多い気もする。あ、でもさやさ、フリークス家の血がフリークスをまた呼んでます。縄捨てよ。捨てさすな。どっちも捨てよ。というわけで今20まで来たね。だから合わせて40キャラがこの状態です。待って、これ50で1枚終わっちゃうんじゃない？終わっちゃうね。ってことはやっぱ過去1来るよ。2枚だ。50体まででこの1見開きだね。いや、だいぶ進んできました。でも進んできた。普通にこれは楽しいね。ね、待って、確かに5時間か。5時間で40キャラ。